皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日お話しする内容は日本の交通機関とそのルールについてお話ししていきたいと思います。この動画はこれから日本に旅行に行きたいなと思っている方や、これから日本に住みたいなと思っている方、そして日本語をね今勉強している皆さんにお届けしていきたいなと思います。日本ってとにかく交通機関がとても便利なんですよね。なぜかというと時間がとても正確だからです。でも実はルールとかマナーがちょっと独特で、知らないともしかしたらトラブルになってしまったりとか、知らない間に他の人に嫌なね思いをさせてしまうかもしれないということがあります。そこで今回は日本の交通機関ってどんな感じとか、乗るときに気をつけることって何ということについてお話ししていきたいと思います。実はね、このテーマにしようと思ったのが、私がマンツーマンで日本語を教えている生徒さんからのリクエストでした。彼女は今月から日本に1年間留学することになっています。そんな彼女から日本の交通機関とルールについて聞きたいということだったので、今日はこのテーマにしてみました。きっとこのポッドキャストをね聞いている皆さんにも役立つ内容になるかなと思うので、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。そしてこの動画の最後には日本の交通機関とそのルールについての内容をまとめて解説したプレゼントもありますので、ぜひ最後まで聞いてってください。ではエピソード13スタート。はい、ではまず一つ目は日本の交通機関にはどんな種類があるのということなんですけど、日本のね交通機関には電車とか地下鉄とか、あとモノレールとか路面電車、あとは皆さん知ってると思うんですけど新幹線とかですね、あとはバス、タクシーなど様々な交通手段があります。皆さんの国にはどんな交通機関がありますか？皆さんは新幹線って乗ったことありますか？私はね、片手で数えるぐらいしか新幹線実は乗ったことがないんです。そう、私が住んでいた北海道には、新幹線が通ってるところがとっても少なくって全然乗ったことがないです、実は。そうなんです。なんですけど、本州の移動には、やっぱり新幹線とても便利だなと思います。私も東京から大阪までね、移動したことがあるんですけど、とっても速くて、めちゃくちゃ便利でした。はい。新幹線の時速は320キロくらい出るらしいです。すごい速いよね。東京から大阪までは約2時間半で移動できちゃいます。新幹線の中には Wi-Fi とかトイレとか、あとは電源とかも全部揃っているので、とてもね便利だなと思います。あとは揺れがとても少ないので、とってもね快適に乗っていくことができます。でここで座席の種類なんですけど、最初ね私も初めて自分でチケットを買う時によくわからなかったんですけど、日本の新幹線の座席の種類がね3つあります。1つ目は自由席ですね。そして指定席、そしてグリーン車になります。これ聞いてなんかよくわかんないですね。そもそもグリーン車ってなんだろうみたいな感じですよね。はい、自由席はなんか漢字見たらちょっとイメージにぴったりだと思うんですけど、安いんだけどこう自由に座ることができます。なんですけど、これ自由席なのでとてもね安くて人気の車両なので、席がね空いてないこともよくあります。自由席でね席を取ってしまうと、もしかしたら席が空いていなくてずっと立ちっぱなしになっちゃうかもしれません。はい、そんな席になっています。で、2つ目の指定席なんですけど、指定席はね予約ができます。席の予約ができるので確実に座ることができます。なんですけど少し高いですね。自由席に比べて少し料金が高くなります。はい。で、グリーン車なんですけど、これがね、よく最初わからなかったんですけど、簡単に言うと、ファーストクラスのことです。もう静かで広くて快適で、結構しっかりとした座席、そしてテーブルもあったりするような車両のことをグリーン車と言います。で、料金で言うと、東京から大阪までの
片道の料金で、だいたい自由席が1万3000か1万4000くらいですね。そして指定席がだいたい1万4000か1万5000円くらいかな。はい。で、グリーン車がだいたい2万円くらいとなっています。料金が全然違いますよね。で、これ飛行機とね、比べるとどうなんだろうって多分ね、皆さん気になってる方もいらっしゃると思うし、私もよく生徒さんに聞かれることがあります。東京から大阪まで、新幹線で行った方がいい？それとも飛行機で行った方がいい？って聞かれるんですけど、ちょっとこれ比べてみたいと思います。まず時間ですね。時間、新幹線の場合、2時間半で東京から大阪まで着きます。飛行機に関しては、飛行機での移動時間に空港の移動とか搭乗手続きまで全部の時間を含めるとだいたい4時間ぐらいかかるかなと思います。はい。で、料金で言うと新幹線一番安い自由席だと1万3000円くらいから、一番高くてグリーン車でだいたい2万円くらいですね。はい。で、飛行機だととっても安いんですけど、LCC と呼ばれる格安航空を使うと、だいたい安い時だと6000円とか、もっと安い時もね、あります。だいたい6000円から1万5000円くらいで移動ができます。はい。で、荷物ですね。荷物に関して、ほぼ制限は、新幹線の場合はないですね。なんですけど、飛行機は制限がありますね。例えば、機内持ち込みは7キロまでとか、一つの荷物につき、だいたい20キロくらいまでですよとかっていうものがあったり、荷物が多いと追加料金がかかる場合もありますね。はい。なので私はもう予定をね、いっぱい詰めていて、時間を無駄にしたくないっていう時は新幹線をね、使ったりとかします。新幹線の場合だと駅から駅までなので、とても便利なんですよね。空港とかになると空港からまず駅に向かうまでが時間かかったりとか、到着しても空港からまた駅に向かうまでがね、時間かかっちゃいますよね。なので結構タイムロスしちゃうので、スムーズに移動したいなっていう時とかは新幹線を使います。はい、じゃあ次に電車に乗る時のマナーについてねお話ししていきたいと思います。日本のね電車では基本的にまず静かに乗ることと周りに迷惑をかけないことが、基本的なルールになっています。主なマナーをちょっと紹介しておくと、まずは列にしっかり並びましょうということですね。日本だとしっかり順番を守って並んでる方が多いので、皆さんもね、列に並んで電車を待ちましょう。そして、電車の中では静かにが基本です。はい。日本の電車の中では、電話はね、してはいけないことになっています。マナー違反みたいな感じになっちゃいますね。なので、TikTok とか YouTube とか Instagram とかをヘッドホンで聞かないで、そのままスマホのスピーカーからね、流す。しかも大音量で流すっていうのは、ちょっと迷惑になっちゃうので、やめておきましょう。はい。あとはリュックですね。リュックは前に持つとか足元に置くっていうのが、基本的なルールですね。特に日本のね、電車は時間によってはすごく混んだりもします。例えば朝8時とか夕方の5時、6時っていうのはね、通勤、通学ラッシュになっているので、すごく電車が混むことがあります。そんな時はリュックをそのまま背中に背負ったままじゃなくて、前に持ってきて、ちょっとコンパクトにね、することをお勧めします。はい。あとは優先席ですね。優先席については配慮しましょうということなんですけど、高齢の方だったり、妊婦さんだったりね、小さい子供を持つお母さんなどに席を譲るようにしてあげましょう。結構ね、日本の電車とかだと、優先席だけね、空いていることがよくあります。はい。皆さん座らずにね、優先席の前は立つようにね、したりとかしていますね。もちろん座ってもいいんですけど、さっき言ったように高齢の方とか妊婦さんが来た時には代わってあげるようにしましょう。次はね、降りる人は先に出ます。自分が電車を待っていて電車が来た時には、まずは中から降りる人が優先になります。自分がね、乗りたいんだけど、まずは急がずに降りる人から優先的に出てもらうようにしましょう。
はい、あと飲食なんですけど、電車に関しては飲食はしない方がいいですね。新幹線とかはね、全然しても OK だし、駅弁って呼ばれるお弁当とかもね、たくさん日本には売られているので、それも楽しみの一つになっているかと思うんですけど、日本の電車や地下鉄では、飲食はあまりしない方がいいかなと思います。はい、あとは駆け込み乗車ですね。これはとても危険なので、やめておきましょう。どの国でもね、そうだと思います。はい、あとちょっとプラスでなんですけど、地下鉄とかね、デパートのエスカレーターについてなんですけど、エスカレーターをね、実は地域ごとになんか暗黙のルールが実はあるんです。はい、立ち位置なんですけど、上り下りってね、2つあると思うんですけど、東京とか関東エリアと大阪とか関西エリアでね、実は立ち位置がね、変わってきます。東京とか関東のエリアだと、左側に立って右側を開けます。右側をね、開けるのは急ぐための人のためにね、右側を開けて、一列にね、左側に立つことが多いです。一方で大阪とか関西のエリアは逆で、右側に一列に立って急ぐ人のために左側をね開けていることが多いです。基本的にエスカレーターは一列で使うことが多いです。たまにねエスカレーターに2列で並んでくださいって書いてあるところもあるんですけど、なんか日本人の暗黙のルールでエスカレーターはどちらか一方にね一列に並ぶことが多いです。はい、では次、バスとかタクシーの乗り方についてお話ししていきたいと思います。まずバスなんですけど、これは結構ね、乗り方がね、違ったり、地域ごとで違ったりします。結構都市部、都会の方では前から乗って後ろに降りるパターンが多かったりするんですけど、私が住んでた北海道とか地方とかだと、後ろから乗って前に降りるパターンとかもね、あったりします。これはね、私もたまに混乱します。私はね、田舎育ち、地方出身なので、あの、後ろのバスの後ろの方から乗車券を取って座って降りる時は前から降りるっていう感じだったんですけど、東京とかに来ると逆だったりするのでね、ちょっと、あ、そうだったんだってなることがね、あります。次に高速バスなんですけど、とってもね、便利なので紹介したいなと思います。はい、大阪から東京までさっき、あの、新幹線と飛行機のお話をしたんですけど、実はもう一つ高速バスという移動手段もあります。これは東京からいろんなところにね、行けるんですけど、東京から埼玉、東京から千葉とかいろんな場所にね、行くことができます。これはね、メリットの一つはとっても値段が安いです。あと夜行バスって言って深夜に走るバスなんですけど、夜中に出発して朝方着くみたいなバスがあるんですけど、これはね結構安くてとても節約になるかなと思います。安さ重視の人はね、高速バスもおすすめです。最近の高速バスはとても快適なので、全然寝てたらついてたみたいな感じになると思います。とはいえ乗車時間は新幹線とか、飛行機に比べて長くなっちゃうことがあると思うので、体がね、疲れやすくなってしまうかなとは思うんですけど、安さ重視の人はね、高速バスとても便利だし、おすすめです。はい。はい、では次にタクシーですね。タクシーは、日本のタクシーは実は自動で開きます。なので自分で開けようとしない方がいいです。はい、私はね、フィリピンに住んでた時は、タクシーをよく使っていたんですけど、基本的には自分でドアを開けて自分で乗りますね。そして自分でドアを閉めますね。なんですけど、日本のタクシーは自動で開けてくれるので、そのまま待っていたらドアが開きます。はい、ということで、今日のテーマ皆さんいかがでしたでしょうか？日本でね、旅行したりとか生活する上では欠かせない交通機関とルールについてね、お話ししてみました。日本の電車とかバス、タクシーってどうなってるのとか、どんなマナーやルールを守ればいいのとか、気をつけないと失礼になるポイントなどをね、紹介しました。はい、じゃあここまでね、聞いてくれた皆さんにプレゼントがあります。今回のエピソードに出てきた日本の交通機関のルールについてなどをまとめたチェックリストと電車やタクシーで使う日本語フレーズをまとめたノーションをね、皆さんにプレゼントしていきたいと思います。はい、内容はよく使う交通系のフレーズ集だったりとか、マナーのイエス・ノーのチェック、あとは旅行前に読んでおきたい注意点のまとめなどをね、解説しました。概要欄のリンクからノーション無料でダウンロードすることができます。
ぜひ日本の旅行の前だったりとか会話の練習したい方、ぜひ活用してみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。